のささやきの朗読やあのゲームのタイトル画面を見るだけで今でも指先が冷たくなる。中古ショップで買ったごく普通の家庭用ゲームだった。古い機種用で棚の一番下に無造作に積まれていたんだ。パッケージには目立った汚れはなく、説明書も揃っていた。値段も相場より少し安い程度で、危険を感じる要素は何もなかった。強いて言えば、データ初期化済みというシールがやけに雑に貼られていたことくらいだ。家に帰り、久しぶりに本体を起動してみた。起動画面、タイトルロゴ、問題なく進んだ。だが、初めからを選ぼうとして手が止まった。セーブデータが一つ残っていたんだ。名前は空欄。プレイ時間は表示されていない。それなのに、進行度だけが異様に進んでいたんだ。終盤、ほとんどクリア寸前の状態だった。俺は気味が悪くなり、データ削除を選んだ。確認画面が出る。本当に消去しますか？俺ははいを選んだ。一瞬画面が暗転し、すぐに戻った。だがセーブデータは消えていなかった。俺はもう一度、今度は本体設定から完全初期化を試みた。メモリを消去し、再起動。確認のため、もう一度ソフトを入れた。だが、残っていた。同じデータが同じ位置に何事もなかったかのように表示されていたんだ。気のせいだと思おうとした。古い機種だ。不具合の一つや二つ珍しくはない。だがカーソルを合わせた瞬間、背中に嫌な汗が流れた。プレイ時間が増えていたんだ。電源を切っていたはずの時間、触ってもいないはずの間、それでも数分だけ確実に伸びていた。俺はその夜、仕方なく続きからを選んだ。ロード画面の後、見覚えのない場所に立っていた。だが、画面に表示されたメッセージは、はっきりと覚えている。再開を確認しました。その瞬間、背後でコントローラーが小さく振動した。電源は入れていないはずだった。それから俺はゲームを触るのをやめた。テレビの電源を入れず、本体のコンセントも抜いた。ディスクもケースに戻し、棚の奥に押し込んだ。もう関わらなければいい。そう思っていた。だがその日の夜、スマートフォンに通知が入った。プレイ時間プラス12分。
見覚えのない通知だった。このゲームに連動する機能なんてないはずだ。そもそも電源すら入っていない。見間違いだと思い端末を閉じた。翌朝出勤前に靴を履こうとして違和感に気づいた。左足の甲に薄く赤い跡があった。擦った覚えはない。だが形が妙に整っているんだ。それはコントローラーの十字キーによく似ていたんだ。その後、仕事中に些細な選択ミスが続いた。書類の提出先を間違え、連絡の順番を誤り、不要な一言で場の空気を壊した。だがどれも致命的ではない。選択肢を間違えた結果のようにはっきりした形で返ってきたんだ。帰宅後に嫌な予感を抑えきれず、棚の奥からゲームを取り出した。自動で続きからが選ばれた。画面の中のキャラクターは薄暗い部屋に立っていた。だがその部屋がどこか見覚えがある。配置、家具の位置、壁の傷。それはなんと俺の部屋だった。画面中央に選択肢が表示される。確認する。そのままにする。俺はコントローラーには触れていない。それなのに勝手にカーソルが動いたんだ。そのままにする。それが選ばれて決定音が鳴る。その瞬間、部屋の照明が一段階だけ暗くなった。理解した。このゲームは現実の選択を先に進めている。俺が操作していない時間も勝手に。消せない理由がはっきりしてきた。これはプレイを終わらせるためのゲームではない。俺は翌日、中古ショップに向かった。買った店ではない。少し離れた別の店舗だ。事情を説明し、ソフトを差し出す。店員は一瞬だけケースを見て、すぐに蓋を閉じた。初期化できませんでした。なぜわかったのか。聞く前に店員は小さく息を吐いた。それ、消す側が決まっているんですよ。俺は意味がわからず言葉を待った。だがそれ以上は教えてもらえなかった。そして家に戻るとテレビが勝手についていたんだ。画面にはまたあのゲーム。タイトル画面は表示されず、直接選択肢だけが出ていたんだ。続ける。やめる。俺は震える指で電源を切ろうとした。だが画面が切り替わった。やめる場合、削除対象を選んでください。次の画面に映ったのはセーブデータの一覧だった。一つは例の空欄データ。もう一つは俺の名前。俺は理解した。消せなかったのはデータではない。順番だ。空欄のデータはもう使われている。
次は俺。その夜、ゲーム機の電源は落ちた。それ以降は起動しなかった。中古ショップに持ち込んでも動作確認不可で返されるだけだった。だが選択肢は終わっていない。最近些細なことで判断が遅れるようになった。信号を渡るか、立ち止まるか、電話に出るか、出ないか。迷った瞬間、頭の奥であの決定音が鳴る。まだ消されていないだけだ。今でも思い出すのはあの店員の言い方だ。丁寧でも突き放すでもなく、ただただ事務的だった。こちらはうちでは買い取りできません。あの日のことを思い返すたびに、中古ショップという場所が急に信用できなくなった。最初に異変が起き始めたのは買った後ではない、売ろうとした時だった。それは祖父の遺品を整理していた時のことだ。古い木箱が一つ押し入れの奥から出てきたんだ。中には使い古された置物。人の形をしているが表情がはっきりとしない。素材もわからない。だが触ると指先に妙な重さが残るんだ。家に置いておく理由もなかった。もちろん価値があるようにも見えない。そう判断して近所の大型リサイクルショップに持ち込んだ。受付で番号札を渡され、査定カウンターの前に座る。店員は若く慣れた手つきで箱を開けた。だが次の瞬間、動きが止まった。置物を掴んだまま数秒。目だけがわずかに泳いでいる。少々お待ちください。奥へ引っ込む背中を見ながら胸の奥がざわついた。理由はわからない。ただ持ってくるべきじゃなかったという感覚だけがはっきりとしていたんだ。しばらくして戻ってきた店員は最初の人とは別の人だった。年配で名札の色も違う。その人は置物を一度も触らず、箱の蓋も開けずにこう言った。こちらはうちでは買い取りできません。理由を聞くと一瞬だけ視線を落とされた。規定外です。それ以上何の説明もなかった。家に戻り木箱を元の場所に戻した。その夜、寝室のドアが朝とは逆向きに開いていたんだ。風じゃない。窓は閉まっていた。布団に入ってもなぜか眠れない。天井を見つめているとふと思った。あの店員、初めて見た顔ではなかった。
どこで会ったのか思い出せない。ただ、木箱を開けた時と同じ重さが胸の奥に残っていた。それから家の中で小さな違和感が増え始めたんだ。音が一拍遅れて聞こえる。歩いた後、自分の足音が遅れて追いかけてくる。最初は気のせいだと思った。疲れているだけだと。だが、木箱のある部屋に近づくと、必ず同じ感覚が起き始めるんだ。重い。空気が一段だけ沈んでいるんだ。夜、水を飲もうと廊下を歩いた。木箱の前を通り過ぎた瞬間、背中にはっきりとした圧を感じたんだ。押されたわけではない。触られてもいない。立ち止まれ。そんな意味が直接頭に落ちてきたんだ。翌朝、目覚ましが鳴らなかった。正確には鳴ったはずなのに聞こえなかった。スマートフォンを見ると、アラーム履歴には再生済みと表示されている。出勤途中、階段で足を踏み外した。だが、大した高さではない。膝を強く打ち、立ち上がるまでちょっと時間がかかった。だがその位置を見て嫌な記憶がよみがえった。祖父が同じ膝を何度も痛めていたんだ。俺は帰宅後、木箱を開けた。中の置物は何も変わっていない。それなのに視線だけが合っている気がしたんだ。顔ははっきりしていないし、目も彫られてはいない。それでも見られている。俺は箱を閉め、別の部屋に移そうとした。だが、持ち上げた瞬間、腕がしびれ、箱を落とした。床にぶつかった音は、妙に小さかった。軽い。いや、軽くなっている。中身を確認した。置物は同じ形をしている。だが表面に細い線が増えていたんだ。シワだ。誰かが長く使ったような皮膚の跡。俺はその夜、夢を見た。知らない部屋で、知らない棚に同じ木箱が並んでいる。その前に立つ人間は、皆顔が途中で止まっていた。目が覚めると、喉がひどく乾いていた。水を飲もうと台所へ行き、足が止まる。玄関に靴が一足増えていた。古い革靴。祖父がいつも履いていたものだった。俺は翌日、もう一度あの店に向かった。置物を処分するためではない。理由を聞くためだ。カウンターに立っていたのは、最初に対応してくれた年配の店員だった。名札を見て息が止まる。なんとその人は祖父と同じ名字だった。声をかける前に店員の方が
先に気づいた。目が合った瞬間、小さくうなずかれた。やっぱり戻ってきましたか。俺は何も言えなかった。店員はゆっくりとカウンターの下から一冊の古い台帳を出した。ページの端は黒ずみ、何度も開かれた形跡がある。買い取り不可って価値がないって意味じゃないんですよ。そう言って台帳の1ページを開かれた。そこにはあの置物の写真、そして手書きの注意書き。所有者が変わると元の持ち主が戻ろうとする。俺は理解が追いつかなかった。だが店員の次の言葉で全てがつながった。それ、売るものではなくて戻るものなんですよ。祖父はこの置物を一度だけ売ろうとしたらしい。だが翌日には家に戻っていた。それ以来祖父の体は少しずつ壊れ始めていた。膝、腰、最後は声。だからうちでは引き取れないんですよ。店員はそう言って深く頭を下げた。家に戻ると木箱は居間の中央に置かれていた。自分で動かした覚えはない。箱を開ける。置物の顔に線が増えていた。祖父のシワと同じ配置だった。その夜夢の中で祖父に会った。何も言わない。ただ置物を指さしていた。目が覚めると喉が痛んだ。声が出しづらい。その翌日から少しずつ体の調子が祖父と同じ順番で悪くなってきている。今この話を書いているのは売れなかった理由を残すためなんだ。あれは誰かが持ち続けないといけない。家族の中で順番に。あの壺を買った日から俺だけが助かり続けている。それが一番おかしい。中古ショップに立ち寄ったのは本当に偶然だった。駅前のごく普通の店。呪物だとか曰く付きだとかそんな雰囲気は一切ないんだ。陶器コーナーの下段に埃をかぶった壺があった。背丈は低く口がやや歪んでいる。模様はあるが意味はわからない。その値段は1000円もしなかった。手に取った瞬間、ひんやりとした重さが手のひらに残った。嫌な感じはしなかった。むしろ落ち着く。それが今思えばおかしかったんだ。家に持ち帰り、居間の棚に置いた。それだけだ。何もしていない。異変は
3日後に起きた。仕事帰りに横断歩道を渡っている時だった。信号は青。周囲も見ていた。なのに横から車が突っ込んできた。確実に引かれる位置だった。だが次の瞬間、背中を強く引かれたんだ。足がもつれ、尻餅をつく。車は俺の目の前をかすめて止まった。無傷だった。その夜、一緒に飲んでいた同僚が帰り道で事故に遭ったと連絡が入った。俺と別れて10分後くらいのことだった。俺は偶然だと思いたかった。そう思うしかなかったんだ。だが、それは続いたんだ。階段から落ちそうになった時、誰かが後ろで支えた感触があった。その翌日、同じフロアの先輩が転落事故を起こした。助かるたびに誰かが亡くなってしまう。俺は3度目でさすがに気づいた。夜に壺を見た。表面には細い線が浮かんでいる。昨日はなかったはずのひび。触るとかすかに暖かい。壺の底に黒ずんだ点が一つ現れていた。印だと直感した。だが翌日、その印は消えていたんだ。その代わりにニュースでまた一人の訃報を見た。俺の身代わりだった人の名前だった。その時、ようやく理解した。この壺は俺を守っているわけではない。代わりを差し出しているんだ。そして次に守られるのは俺なんだ。その代わりに誰かが選ばれる。壺を見ないようにしても意識から外れなかった。棚の前を通るたびに視線が引き寄せられる。触れとも守れとも言わない。ただそこにある。次の事故ははっきりと予兆があった。壺の底の印が2つに増えていたんだ。黒い点が並んでいる。次が近かった。その日の夜、友人が家に来た。学生時代からの付き合いで、最近はよく飲みに来ていた。友人はその壺を見て、なんだよそれと笑ったんだ。そして俺は、いやー、安かったんだよ。安かったからつい買っちゃってさ。そう答えた。それ以上は説明しなかった。その翌日、俺はまた助かってしまった。工事現場の足場が崩れ、下敷きになるはずだった。だが直前で金属が引っかかり、体は宙で止まった。無傷だった。代わりにその日の夜、友人が自宅で倒れた。連絡を受けた瞬間、壺の印が
一つ消えているのが分かった。偶然ではない。壺は近くにいる人間を選んでいるんだ。それから俺は人を家に呼ばなくなった。職場でも距離を取った。もう俺は助かりたくなかった。誰かを代わりにはしたくなかった。だが壺は関係なかった。外で起きる事故にも必ず俺が助かる場面が含まれているんだ。電車のホームで人が倒れた時、俺の足元に押し寄せたはずの人波が寸前で割れた。倒れたのは俺の後ろに立っていた見知らぬ男だった。壺の印が3つに増えた。範囲が広がっている。俺は恐ろしくなり、壺を処分しようとした。俺は袋に入れ、夜のうちに車で運び出す。山へ向かった。だが途中で胸が締め付けられ、ハンドルを握れなくなった。視界が暗くなり、このまま運転していると事故を起こす。そう確信した瞬間、壺が助手席で割れたんだ。次の瞬間、車は何事もなく止まっていた。その夜ニュースで山道の事故を知った。亡くなったのは同じ時間、同じ道を走っていた別の車だった。割れた壺を見て、俺は吐き気がした。中から黒いかけらが覗いているんだ。割れた壺を前にしてしばらく動けなかった。壊せば終わる、そう思っていた。だが壊れたのに終わってなんていなかったんだ。壺の破片は床に散らばっているのに、印は消えていなかった。むしろ増えている。黒い点が細い線でつながり、円の形を作り始めていた。完成に近づいている。その翌日から周囲の人間が次々と不運に見舞われたんだ。直接会っていない人間までだ。同じ部署の同僚、顔見知り程度の近所の住人、昔の知人、すべて俺と関わったことがある人間ばかりだった。助かるのは相変わらず俺だけだった。階段を踏み外しても転ばない。熱湯が跳ねてもやけどはしない。その代わりにニュースに名前が増えていくんだ。俺は耐えきれずに中古ショップへ向かった。壺を買ったあの店だ。事情を話すと店員は何も驚かなかった。割りましたか、そう言って静かに首を振った。それ壊すものじゃないんですよ。カウンターの下から古い帳面が出される。そこには壺の写真と赤い印が円を描いていた。一人分守るための数なんですよ。意味を尋ねると店員ははっきりと言った。最後に残る一人が持ち主なんです。
俺が帰宅すると、壺の破片は一箇所に集まっていた。まるで誰かが並べたように。その中心に一つだけ完全な破片があった。そこの部分だ。そこに名前が刻まれていた。俺の名前だった。理解した。これまで助かっていたのは守られていたからではない。選ばれていたんだ。壺は身代わりを集めて最後に一人を残す。それが所有者。今夜誰かが代わりになることはもうない。壺は完成した。この先俺は何があっても助からない。それはもう身代わりが存在しないからだ。だから今これを書いている。もし中古ショップで安い壺を見つけても絶対に購入してはいけない。それは守ってくれるものではない。最後に残る人間を決めるための器なんだ。